ホープトリガーでは、プレイヤーは迷宮を探索し、自分なりの戦い方を築きながら、幻想世界とアーク実験室を行き来して、この実験に隠された真実を少しずつ追っていきます。それでは、この冒険の始まり、初めて目を覚ました場所へ、戻ってみましょう。初めて目を覚ますと、そこは一面真っ白な空間。そこにあるのは、一本の巨大な木と、その木に残された武器だけです。その武器を調べようと手を伸ばした瞬間、周囲の景色が一変し、別の世界へと導かれます。そして再び目を覚ますと、目の前には、崩れた建造物の残骸が広がる巨大な遺跡が現れます。この遺跡は、現在では、古神の根と呼ばれています。しかし、かつては別の名前がありました。その名は、イエセリアン。そのまま先へ進むと、囚われの身となっている一人の少女と出会います。少女は、自らをこの国の女王だと名乗り、ここから脱出する手助けをしてほしいと頼みます。さらに、聖地へ侵入してきた、悪者たちを、一緒に止めてほしいと訴えます。その見返りとして、すべてが終わった後、願いを一つ叶えると約束します。この依頼が、最初の冒険の目的となります。冒険が進むにつれて、古神の根の探索や、様々な人物との交流を通して、この遺跡の過去が少しずつ明らかになっていきます。その過程で、冒険者勢力、国家勢力、そして宗教組織が、それぞれ異なる目的を持って、古神の根へ入った理由も見えてきます。そして、自らを女王と名乗るあの少女が、一体何者なのかという謎にも近づいていきます。遺跡と少女をめぐる謎だけでなく、この幻想世界だけでは説明できない異常も現れ始めます。例えば、NPC と交流するイベントシーンに入ると、操作キャラクターの姿が、数字と記号で構成されたものへと変化します。こうした異常は、目の前に広がる世界の裏側に、まだ明かされていない別の真実が存在することを示唆しています。初めてゲームをセーブすると、メインメニューで選択できなかった、ラボラトリー、つまり、アーク実験室が正式に開放されます。この時点からアーク実験室へ入り、ゲームシステムを学ぶためのチュートリアルステージをプレイできるようになります。一方、ログエリアに保存されている記録は、まだすべてロックされたままです。そのため、この実験室で過去に何が起きたのかを知ることはできません。幻想世界でしばらく冒険を続けると、再び最初の白い空間へ戻ってきます。その時、以前そこにあった巨大な木は、すでに姿を消しています。代わりに、空間の中央には一つのカプセルが現れています。カプセルへ近づくと、システム音声が流れます。バックアップ完了。新しい実験室ログがアンロックされました。アーク実験室へ戻ると、初めて正式に開放されたログへアクセスできるようになります。これらのログは、アドベンチャーゲームに近い形式で描かれます。キャラクター同士の会話を読み、様々なデジタルファイルを調査しながら、アーク実験室で起きた物語を少しずつ知っていきます。ここから、ゲームの物語は2つの軸に沿って展開していきます。一つは、幻想世界の奥へと進み、目の前に広がる迷宮を探索していく物語。もう一つは、新たなバックアップが完了するたびに解放される、アーク実験室のログを通して描かれる物語です。これらのログを読み進めることで、自分自身の正体と、この実験に隠された真実へ少しずつ近づいていくことになります。謎の答えにたどり着く前に、まずはこの道で危険な世界を生き抜く術を身につけなければなりません。少女との約束を果たすため、目の前に広がる迷宮のさらに奥深くへと足を踏み入れます。道中では、各地にはびこる敵と戦うだけでなく、
周囲を探索して進むべき道を見つけ、そこで出会う人々と関わることになります。こうした探索と交流を重ねることで物語が進み、迷宮についての理解も次第に深まっていきます。ただし、中にはその場を離れた後も続いていく出来事があります。一度訪れた場所へ戻ると、周囲の様子や、そこにいる人物の状況が変化しているかもしれません。例えば冒険の序盤では、飛竜に襲われた後、一人の負傷した NPC と出会います。その後、先ほどの場所へ戻ると、彼を置いて逃げた仲間を見つけることができます。こうした出来事を追っていくことで、同じ事件を、それぞれの人物の立場から知ることができます。迷宮そのものも、ただ前へ進み続けるだけの一本道ではありません。新しいエリアへ入ると、いくつもの探索ルートが待っています。時には、目的地へ続く道が塞がれている場合もあります。そんな時は、一旦進路を変え、別の場所にいる重要人物を探すことで、初めて先へ進めるようになります。メインルート以外にも、注意深く周囲を観察することで見つかる道があります。その先では、宝箱や特殊な敵、隠しエリアやサブストーリーを発見できることがあります。中には、隠しボスへ挑戦できる場所もあり、探索を通して装備や魔法、スキルを手に入れることができます。冒険が進むにつれて、装備や魔法、スキルなど、戦い方を広げる要素も少しずつ増えていきます。探索で手に入れたものを組み合わせながら、自分なりのキャラクタービルドや、戦い方を築いていくことができます。そして、それらは最終的に、ホープトリガーの中核となる戦闘へとつながっていきます。戦闘では、一つの攻撃手段だけに頼る必要はありません。武器を使った近接攻撃に加えて、弓による遠距離攻撃、様々な効果を持つ魔法、そして異世界からもたらされた特殊なスキルを使い分け、行く手を阻む敵に立ち向かいます。これらの戦闘手段は、それぞれが独立しているわけではありません。新たな能力を手に入れるにつれて、近接攻撃、弓、魔法、そして異世界スキルが互いに組み合わさり、コンボや追加効果にも影響を与えるようになります。敵の状態やその時の戦況に応じて、攻撃手段を切り替えながら、自分に合った戦い方を組み立てることができます。まずは、敵のスタミナに関する仕組みから見ていきましょう。一部の敵には、HP とは別のゲージが存在します。攻撃によって HP を直接減らすことも、このゲージを削ることもできます。これを削り切ると、一時的に、スタミナブレイク、状態になります。この隙に接近して処刑を発動すれば、敵の攻撃を中断させながら、追加ダメージを与えられます。ただし、スタミナと処刑は、近接戦闘を構成する仕組みの一つに過ぎません。近接アクションの中心となるのは、装備して戦闘中に切り替えられる、オリジナル、新、です。現在は4種類のオリジナル、新を近接コンボに使用でき、素早い連、や、敵をスタン、吹き飛ばし、ダウンさせる攻撃など、それぞれ異なる戦闘特性を持っています。敵の状態や戦況に応じて使い分けることで、近接戦闘の組み立てを変えることができます。2種類のオリジナル芯を装備し、オリジナル芯、ルートを使うことで、戦闘中に切り替えながら戦うことができます。さらに、それぞれのオリジナル芯には、異なる、受け比を設定できます。そして、強力な技、罪の制約を発動すると、敵のスタミナを大きく削り、スタミナブレイクから処刑へつなげることもできます。オリジナル芯、ルートは、単に使用する技を切り替えるだけのものではありません。コンボの終わりに合わせて切り替えることで、一部の動作をキャンセルし、そのまま次の攻撃へつなげることができます。近接攻撃だけでなく、
弓を使って遠距離から攻撃することもできます。矢を敵に命中させることで、赤魔元を蓄積し、それを魔法の発動に必要な魔力へ変換できます。ただし、変換した魔力は時間とともに失われていくため、いつ魔力へ変換し、いつ魔法を使うのかも、戦闘の判断の一つになります。さらに、戦闘へ組み込める特殊な能力として、異世界スキルがあります。パリーやリソースの獲得、強力な攻撃など、様々な効果を持っています。一部の異世界スキルは、オリジナルシーンのコンボに割り込ませることで、元の動作をキャンセルし、そのまま次の攻撃へつなげることもできます。全体として見ると、オリジナルシーン、弓、魔法、異世界スキル、そして受け火は、それぞれが独立した戦闘システムではありません。互いに組み合わせながら、自分の能力構成や敵の状態、戦況に合わせて、その場に適した戦い方を選ぶことができます。さらに、職業によって、特定の戦闘手段を強化することもできます。戦闘に関する選択は、敵と遭遇してから始まるわけではありません。職業を選び、幻覚濃度を組み合わせ、パッシブ能力を調整し、料理や様々なリソースを準備することも、その後の戦い方に影響します。冒険が進むにつれて、様々な職業が少しずつ解放されていきます。それぞれが、キャラクターの肩書きを変えるだけではなく、得意とする戦闘手段を強化します。さらに、一部は上位へと発展し、新たな能力や戦い方が加わっていきます。選んだものに合わせてビルドを組むことで、戦闘の方向性も変化していきます。職業だけでなく、パッシブスキルシステムの、アルカナ、によって、キャラクターそのものを強化することもできます。探索やチャレンジを通して能力を解放し、プネウマを使って強化していきます。能力値や装備枠を強化するものだけでなく、条件を満たすことで、一度だけ死亡を回避できるものもあります。ゲーム内の装備は、すべて、幻覚濃度、と呼ばれます。それぞれに複数の効果があり、攻撃力や防御力といった基本能力だけでなく、オリジナルシーンの威力や効果を変化させるものもあります。さらに、職業専用の濃度や、セット効果を持つものも存在します。使う職業に合わせて組み合わせることで、その戦闘スタイルをさらに強化できます。使用できる職業やビルドが増えてきたら、戦闘スタイル、システムで、よく使うキャラクター構成を保存できます。保存した構成には、職業、アトリビュートポイント、魔法、スキルなどが含まれます。戦う相手や目的に応じて、保存した構成を素早く切り替えることができます。幻覚濃度は、探索中の宝箱や、特定のモンスターから入手できます。また、ユグドラシル錬金術を使えば、冒険で集めた素材から、新たな装備や材料を製作することもできます。さらに、一度開けた宝箱をリセットしたり、ボスを復活させて、再び挑戦することも可能です。素材を集め直したいときや、完成したビルドを試したいときにも活用できます。新しいエリアを探索すると、入手できる素材や資源も増えていきます。集めた素材は、各地の配送拠点を通して、食材や錬金素材へとつなげることができます。こうして得た材料は、料理や装備の製作に活用できます。料理を食べると、一定時間、様々なバフ効果を得られます。攻撃や防御、各種耐性などを強化できるため、強敵に挑む前には、相手に合わせた料理を選んで備えることができます。この他にも、ゲーム内には様々な依頼があります。依頼を進めることで、装備や素材を手に入れられるだけでなく、そこに関わる人物や組織、世界の背景をより深く知ることができます。また、
一部の隠し職業の成長にも関連する依頼が関わっています。キャラクターを成長させる方法は、レベルを上げることだけではありません。職業、アルカナ、幻覚濃度、戦闘スタイル、錬金術、料理、そして依頼。これらの要素は、冒険が進むにつれて少しずつ解放され、自分に合った方法で、戦い方を組み立てていくことができます。ただし、どのシステムを使うかはプレイヤー次第です。十分に準備して挑むことも、自分の腕を頼りに戦うこともできます。今回は一部の仕組みだけを紹介しましたが、他にも様々なシステムがあります。機会があれば、改めて紹介したいと思います。この物語は、一体の実験体が起動されるところから始まります。最初の白い空間から幻想世界へ足を踏み入れた後、死は、単なる冒険の失敗や再挑戦を意味するものではありません。倒れるたびに、実験体は少しずつ限界へ近づいていきます。そして、その限界を超えると、待っているのは完全な崩壊です。ただし、その結末に至るまでには、運命の書、残されたバックアップ、そして、生命の木が、それぞれ異なる形で死と再挑戦に関わってきます。死亡後、再び立ち上がる際に、運命の書の啓示を受けることがあります。啓示を受けると、一時的に強力なバフ効果を得られるほか、運命レベルを上げることもできます。バフ効果はいずれ失われますが、上昇した運命レベルと、そこで得たアトリビュートポイントは残ります。つまり、死がその後の成長につながる場合もあります。ただし、死によって得られるものがある一方で、実験体には、アストラル、と呼ばれるエネルギーがあります。死亡を重ねるたびにアストラルは失われ、ゼロになると、実験体は完全に崩壊します。これが、ゲームにおける、真なる死、です。真なる死、を迎えると、最後に残されたバックアップが起動します。バックアップには、その時点での物語の進行状況や、キャラクターの状態が保存されています。そのため、実験体が崩壊すると、最後にバックアップを残した時点まで巻き戻されます。まだ一度もバックアップが作成されていない場合は、失うものも大きくなります。物語が進むにつれて、生命の木の濃度も少しずつ解放されていきます。これらの能力によって、運命の書の啓示を受けやすくなったり、アストラルを失うリスクを減らしたりすることができます。こうして、実験体は少しずつ、より多くの死に耐えられるようになります。ただし、バックアップの役割は、冒険の進行状況を保存することだけではありません。新たなバックアップが作成されるたびに、アーク実験室では新しいログが解放されます。実験室へ戻って記録を読むことで、そこで過去に何が起きたのか、そして、この実験の全体像も少しずつ見えてきます。このように、死、バックアップ、そして過去への巻き戻しは、物語とは無関係なゲーム上のルールではありません。倒れること、再び立ち上がること、そして、保存された記憶へ戻ること、そのすべてが、この実験を前に進めていきます。冒険が進み、バックアップが増えるにつれて、古神の根で起きた出来事と、アーク実験室の記録とのつながりも、少しずつ見えてきます。アーク実験室で順次解放されるログを通して、プレイヤーは、そこに関わる人物や研究計画、実験生命体について知ることになります。そして、物語の SF 的な側面や、世界観に触れていきます。物語の舞台となる世界は、ゼロ起源を迎え、クオンタムスウォーム、と呼ばれる、地球外種族の脅威にさらされています。西暦末期には、人類はすでにクオンタムスウォームと交戦していました。しかし、当時の兵器では、全く対抗できませんでした。それから、
100年後、人類は偶然発見したセイクリッドレリックに頼り、クオンタムスウォームを離れ、地球へ侵入した個体に対抗するしかありませんでした。その力は人類に抵抗の希望をもたらす一方で、致命的な代償も伴っていました。手にしたものは短時間のうちに命を落とします。さらに不可解なことに、セイクリッドレリックの内部には、記憶と呼ばれる何らかのデータとエネルギーまで保存されているようです。セイクリッドレリックと記憶、そして人類が種の存続のために立ち上げたアーク計画。これらの間には何らかのつながりがあるようです。プレイヤーが体験しているこの実験もまた、そのつながりの一部であるように見えます。ただし、こうした聞き慣れない用語を含む記録は、単に設定を補足するだけの百科事典のような資料ではありません。ログは、最初からすべての答えを明かすものではありません。バックアップが完成するたびに、一つずつ解放されていきます。まず、その時点までに集まった手がかりから、自分なりの理解を組み立てます。その後、新たに得た情報をもとに、以前目にした内容を捉え直していきます。ゲームの冒頭に現れる記憶の読み込みも手がかりが増えるにつれて少しずつ異なる意味を帯びていく場面の一つです。孤身の根での冒険に集中したいなら引き続き女王の依頼に従って探索を進めることができます。一方、アーク実験室へ戻り、ログを一つずつ読んでいけば、実験の裏側にある物語にも触れられます。そうすることで、この世界の全体像を少しずつ明らかにしていくことができます。孤身の根での冒険、作成されたバックアップ、そしてアーク実験室に保存された記録。一見するとバラバラのものに思えますが、物語が進むにつれて次第に交わっていきます。これらの手がかりはすべて、この実験の背後にある、未だ明かされていない真実を指し示しています。ホークトリガーは、物語と探索を重視した 2.5D 横スクロールアクション RPG です。プレイヤーは、孤身の根、出道を切り開き、隠されたエリアを巡りながら、様々な人物と出会います。ダンジョンの設計には、メトロイドバニアらしい探索要素も一部取り入れられています。戦闘、職業、装備、そして多彩なキャラクター育成システムを通して自分に合った遊び方を組み立てていくことができます。冒険が進むにつれてアーク実験室のログも順次解放され、実験の裏に隠された SF ストーリーに別の視点から触れられるようになります。ゲームは現在、アーリーアクセス中で、今後も継続的にアップデートされます。孤身の根での冒険や戦闘、キャラクター育成に関する要素も、さらに拡充される予定です。また、新たなイベントや実験室のログを通して、2つのストーリーラインも発展していきます。それに伴い、この世界のまだ明かされていない側面も、段階的に描かれます。未知のエリアを探索したい。様々な戦い方やキャラクター、育成を試してみたい。散らばった手がかりから物語の全体像を少しずつ組み立てたい。そんな方にはホークトリガーが合っているかもしれません。この動画を通してゲームの世界や遊び方に興味を持っていただけたなら、ぜひ、Steam のストアページで、さらに詳しい情報をご覧ください。ゲームを、ウィッシュリストに追加するほか、現在配信中の、アーリーアクセス版を購入して、実際にプレイすることもできます。今後も、不定期に紹介動画を制作し、本作の様々な要素を、より詳しく取り上げていく予定です。以上が、現在のホークトリガーです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。